ボンジュール。11月半ばの土曜日、今日は友人のアコさんと一緒にパリ16区のパッシー界隈を歩きます。この日はパッシー通りでブロカントが開催されるとのことで、アコさんが誘ってくれました。通りに立ち並ぶスタンドを巡り、クリスマス装飾が施されたブティックを眺めたり、ほのぼのとした幸せな一日をこの動画を通して皆さんと共有できたら嬉しいです。ここはパッシー通り。エッフェル塔も見えるこの場所が今日はブロカントの舞台に変わっています。普段は車が行き交うこの通りがアンティークやヴィンテージアイテムであふれているのを見ると特別な雰囲気を感じますね。ロイヤルコペンハーゲンのイヤープレートがありました。日ごとにクリスマスムードが高まるパリの街にぴったりです。バルオチーヌの食器、トウモロコシの形のが面白いです。オイルとかビネガーを入れるんでしょうね。いちごが山盛りになった形のティーポットもとってもユニークです。季節柄でしょうか、くるみのモチーフのコンポチエもありました。柄がとっても立体的です。これはクグロフの焼き型。壁にかけておいても素敵なオブジェです。これはピッチャーというよりも花瓶として使うのが素敵かしら。この食器のセット、繊細なモチーフですね。私は初めて見ました。リモージュのアビラントのものですね。モーツァルトのシンフォニアというシリーズのようです。エリゼ宮のカフェで使われていたのも確かこのブランドアビラントでしたよね。その上品さに納得です。アコさんの目に留まった小さな銀の箱、とっても優雅な細工がしてあります。このスタンドのムッシュに蓋を開けてもらうと、これは純銀製とのことです。ちなみにお値段は380ユーロだそうです。こういったアイテムが持つ歴史やストーリーを想像するのも楽しいですね。クリスタルのグラスもとっても美しい。実は私はサンルイのこのシリーズにとても憧れているんです。この銀の燭台も見事。こうしたものは日常の生活に使うにはちょっとハードルが高すぎるような気がします。けれどもこうしてオブジェとしての美しさをめでるだけでも幸せな気分になるような気がします。このような食器を使って実際に食事をしていた風景もあるんですよね。これはおそらくジビエ料理をサービスするのに使われていたんでしょ
これもまた素敵。花綱の模様の細工がとっても繊細です。蓋を開けるとお料理を入れるためのお皿もまたシルバーでした。ちなみにこれには下の部分にお湯を入れておいて、お料理が冷めないようにする仕掛けがしてあったんです。1930年代あたりのもので、私の聞き違いでなければ180ユーロとお店の方がおっしゃっていました。こういう立派なセットの活躍の機会がきっと少なくなってしまってるんでしょうね。けれどもこのあたりのカトラリーは一つから買えます。一つ4ユーロとか5ユーロと値段がついています。このスタンドはまたバラエティに富んだ品揃えですね。アニメのキャラクターのオブジェがあるかと思えば、こんなエレガントなものもあります。これ素敵だと思いませんか？私は時々パリのフルーリストの方々とお仕事をする機会があるんですが、以前大御所のフルーリストさんがこのシリーズのものを花作品の器として使っていたことを思い出しました。私はこの配色に惹かれました。テーブルクロス、きれいにアイロンがかけられています。スタンドのマダムにお値段を伺いましたら30ユーロだそうです。こちらはテーブルセンターですね。ミモザの刺繍が素敵じゃないですか？お揃いの小さなナプキンはお茶の時に良さそうとアコさん。すでに春が待ち遠しいような気分です。御年82歳というムッシュのこのスタンドが本当に魅力的でした。これ箱の蓋を開けると学校の教室になっていたんです。昔の学校の先生と子どもたち、いつ頃のものなんでしょうね。こちらのも蓋を閉めて見せてくれるとムッシュはおっしゃいます。なんとアタッシェケースのように持ち運べるゲームだったんです。今なら例えばモノポリとかウノとかそういうものの大先輩と言えるかもしれませんね。時代の移り変わりとともにゲームが変わってきたことをムッシュは説明してくれています。これはル・ナン・ジョーヌというカードゲームだそうです。私にとっては初めて耳にする言葉なんですが、フランス人ならみんな知っているとムッシュはおっしゃいます。長年フランスに住んでいても知らないことがたくさんあるなと私はブロカントで気づくことが多いです。このプレゼンテーションなかなか素敵でしょう？この小さな家具は
木工職人の卒業制作のようなものなんだそうです。その中に兵隊さんが入っていました。そしてこれは騎馬兵のモチーフ。こちらの方は厩舎の中にプレゼンテーションするというアイディア、なかなかのセンスですね。この厩舎もまた木工職人の卒業制作だそうです。これはおそらく昔のルービックキューブのようなものなのではないでしょうか。こちらはパズル。ムッシュがおっしゃる通り、ゲームの本質って実は昔からあんまり変わっていないのかもしれません。こちらのスタンドにもまたいろいろなテイストのものがあります。お値段がすべて大きく書かれているところがいいですね。このホロの容器はセットで30ユーロです。このお皿は4枚セットで10ユーロ。お買い得だと思いませんか？とても古いというものではないですけど、使い勝手が良さそうな気がします。こちらはもう少し時代が遡るでしょうか。あこさんが面白いものを見つけました。ベルかしらと思ったらどうやら違うようなんです。こちらのスタンドのマダムが仕掛けを私たちに見せてくれました。これはなんとシェイカーだったんですね。これでカクテルが作れるんです。こちらのスタンドの食器類も充実しています。これらは1脚10ユーロ。こちらはビレロイ・ボッホの食器です。これも1枚10ユーロ。そしてこちらの方は1枚5ユーロですって。グレーの絵付けって珍しいなと思いましたら、これはドイツの窯元のものだそうです。このブルーのシリーズはイギリス製。以前ブルターニュのブロカントでこれと同じ図柄のものを見ました。白鳥旅籠、またお会いしました。この蓋付きの器は案外使い勝手がいいかもしれない。日本人としては肉じゃがでも入れたいわねとあこさんが冗談交じりに言いましたが、悪くないアイディアですよね。あなたなら何を入れますか？こちらのはスープにも良さそうですし、シリアルをいただくにも便利かもしれません。このスタンドにあるものは普段に使いやすいような食器が充実していると思いました。それらが5ユーロとか10ユーロで買えるんですから、なかなか悪くないなと思います。あら、こちらはまたちょっと不思議な絵ですね。ここにはミントンがありましたが、カップとお皿の模様がちょっと違っているような気がします。
こちらはまた別のスタンド。1970年代のものが並んでいます。この絵柄の感じから北欧の食器と思いましたが、いずれもフランス製の食器でした。一つが20ユーロだそうです。これなどはこのままオーブンに入れられる感じでしょうか。こちらのお皿はリモージュ製で1枚10ユーロです。このスタンドにもお買い得品が並んでいました。どれも1つ5ユーロ。これはジアンのカップ&ソーサ。こちらのは1脚だけポツンとありましたが、なかなか可愛らしいです。このリモージュのお皿もいい感じじゃないですか。あんこさんの目に留まったのはこちら、クリストフルのカトラリーレストのセットです。一度に12個使うことは稀でしょうから、お友達と分けて購入してもいいわねとあこさん。確かにその通りですね。私はこちらが気になりました。ボヘミアングラスの花瓶です。たっぷりとした感じで花を入れても安定しそうな気がします。こちらのスタンドのムッシュによると40ユーロだそうです。ちょっと迷いますね。やはり好きな色に手が伸びます。この感じ、あこさんの好きな色。アーティチョークとかアスパラガスのお料理に使えるお皿ですね。これも私たち2人とも目に留めたお皿。凹凸が控えめなので使いやすそうな気がします。これもアスパラガスのお皿。それにしてもバルボティーヌのアスパラ用のお皿って本当にたくさんありますね。こちらのリモージュのお皿、繊細な絵付けが魅力的です。6枚で78ユーロと書いてあります。これはきっとバター入れで蓋がなくなってしまったものなんでしょうけど、お花を入れてもいいんじゃないかしら。こちらはデザート皿のセット。サーカスのシーンが描かれています。お皿ごとに模様が違っているのも楽しいです。街のウィンドウディスプレイはもうすっかりクリスマスムードです。こちらは香りのろうそくで有名なブランドディプティック。今年のウィンドウデコレーションのテーマはフェルトですね。ラベルもフェルトで作られているようです。こちらはチョコレートのブランドルイフケ。アドベントカレンダーがありました。クリスマスまで毎日一つずつ窓を開けていくワクワク感、いいですね。こちらも老舗ブランドボアシエ。このお店のアドベントカレンダーは扉に天使がいます。マロングラッセが
まるでジュエリーのようにディスプレイされています。このブランドはパッケージのクラシックなデザインが秀逸です。これらの箱など本当に夢があると思いませんか？バッシー界隈は私にとっては優雅なマダムたちの界隈というイメージがあります。建物もアーティスティックなものが多いように思います。あこさんに案内していただきながら、地元の人たちが日々の買い物をするエリアを歩きます。これはシューケットの専門店なんですね。この中にいろいろなクリームが入っているようです。これはお誕生日パーティー用のケーキですね。ここにはおなじみのアラン・デュカスのショコラティエもありました。こちらはあこさんもしばしば利用するというイタリア食材店。生パスタが美味しそうですね。フィリップ・コンティチーニさんのお店では巨大なクロワッサンとパンオショコラが注目を集めています。バッシーには常設のマルシェもあって、とっても充実しているようです。中に入ってみましょう。まずはチーズの専門店。上質な乳製品が並んでいます。バターで有名なエシレの牛乳もあるんですね。私は初めて見ました。そしてもちろんフランス各地のチーズ。ブルゴーニュでいただいたエポワスもありました。こちらのスタンドはパティスリーといってもいろいろな地方、そしてさまざまな国々発祥のお菓子を一堂に並べているようです。こちらはポルトガル名物のエッグタルト。こちらはフラン。そして日本風チーズケーキのブランドのものもありました。こちらはブルターニュ地方名物クイニアマン。以前この動画でレシピを見せていただいたアルノラエールさんのとはちょっと違いますね。奥には南フランスバスク地方の伝統的なお菓子もありました。そうそう、これ私以前取材したことのあるメゾンガゼルというブランドのものです。北アフリカ地方の伝統菓子を現代的にアレンジしたパリのブランドなんです。このフォンドンオショコラも有名らしいです。魚介類のスタンドには水槽もありました。ここではイートインもできるんですね。そうそう、ホタテ貝の季節になってきましたね。それぞれのスタンドの食材がとってもきれいに並べられています。おや、ここではワンちゃんと一緒にお昼を召し上がっているマダムがいました。このクレープスタンドもなかなか人気のようなんです。常連さんたちがたくさんいらっしゃるんでしょうね。
再び外に出てきましたが、このツタの紅葉が見事です。そして橋通りから少し路地に入ったところ、石畳の道の先には昔ながらのアンティークショップがありました。撮影禁止ということだったので中の様子はご紹介できませんけれども、とっても広いスペースにぎっしりとアンティークが並んでいました。この建物のレトロな感じと同様に、中もまるで時間が止まったかのようでした。そのお隣には人気のクレープショップもあります。さて、散策の締めくくりは地元のマダムたちに愛されているティールームへ。土曜の午後ということもあって予約なしでは入れないほどにぎわっていますが、運よくカウンター席に座ることができました。見てください、この自家製ケーキのラインナップ。9年前からこの店のオーナーでいらっしゃるマダムがお話ししてくれたところによると、先代のオーナーの時代からレシピはずっと変わっていないそうです。つまり30年以上愛されてきたレパートリーです。あこさんと私は食事のメニューから一つ、そしてケーキを一つ注文して半分ずついただくことにしました。5種類の野菜のガトーの後はケーキをいただくんですが、これで半分の量なんです。私たちが選んだのはこの店の一番人気、乳脂肪分 0% のフロマージュブランを使ったスターレットです。優しい甘さとほのかな酸味、乳脂肪分 0% という背徳感の少ないデザート。地元のマダムたちに愛される理由がわかる気がしました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。週末のそぞろ歩きいかがでしたでしょうか。皆様の日常に少しでも癒しのひとときを届けられたら嬉しいです。今回の動画が気に入っていただけたら、高評価ボタンやコメントをいただけるととても励みになります。まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。